はい、こんにちは。元機関投資家トレーダーの堀江です。今回の動画では NVIDIA についてお話をしていきたいと思います。最後までご視聴いただければ幸いです。はい、1月最終週のね、取引が終わったんですけども、NVIDIA にとってはですね、17% 下落した次の日に 9% 近くね、上昇したりということで、結構ね、ボラティティが上がっている状況です。17% 下落した翌日に 9% もですね、上昇したものですから、それをもって、もう大丈夫っていうふうにね、思った人もね、結構多かったかもしれません。SNS とかネット記事見ていても、ディープシーク社のね、主張が真実だったとしても、NVIDIA の反動ではこれからも売れるから大丈夫だっていうふうにね、言ってる人たちをね、結構見かけました。本当にそうなんだろうかっていうことが、重要なわけですよね。半導体セクターのですね、アナリストさんたちっていうのは、何年か先までのですね、業績予想っていうのを発表しているんですよね。こちら見ていただきたいんですけれども、一株当たり利益の業績予想なんですが、2024年から始まって、2027年までトレーディングビューの方に載っています。予想を見ていただきたいんですけど、2024年は一株当たり 2.95 ドル、2025年が 4.45 ドル、2026年は 5.44 ドル、2027年が 6.24 ドルの予想になっているわけですね。で、こうした業績予想っていうのはもうすでに発表されているものなわけです。これだけの好業績だよねっていうことを前提に NVIDIA の株価っていうのは上昇してきたわけですね。まずそこが重要なポイントなんですよ。売上高のね、予想なんかもこのように出ているわけですけれども、2027年の売上高予想っていうのは、2024年の売上高予想の2倍以上になっているという予想になっているわけですね。それで、ディープシーク社の主張が事実だったとしても、すでに発表されているこれらのアナリスト予想通りの業績になるのかどうかっていうことが株価を考える上ではやはり重要になってくるわけですね。ディープシーク社の主張が正しいかどうかによって、NVIDIA の売上っていうのは大きな影響を受けるはずなんですよ。で、そして仮に正しかったとしても、このすでに公表されているアナリスト予想を上回るような売上にならなければ、株価っていうのは反応していかないわけですよ。ディープシーク社のね、主張が正しかったとしても、NVIDIA のね、半導体はこれからも売れていくから大丈夫だっていうふうに主張する人たちはですね、本当にこのすでに公表されているアナリスト予想を上回るような売上高になるのかどうかってことを分かって喋ってるのかなっていうことについて、すごく疑問を感じるんですよね、私は。ちゃんと計算した上で言ってるんですかね、それらを。なんとなく感覚で言っちゃってるんじゃないかなっていうイメージがどうしてもあるんですよ。これをちゃんとディープシーク社の主張がじゃあ正しかったとしてですよ、もう一度、じゃあその影響を考慮した上で、NVIDIA あるいは半導体セクター全体の動向なんかを考えて、NVIDIA の売上高予想、あるいは一株当たり利益予想を計算していくって、すごく大変な作業だと思うんですよ。ですから、今の状況下ではですね、何のですね、こういう業績予想の根拠も示さずに、大丈夫だって言ってる人たちの言うことを鵜呑みにするべきじゃないと私は思っていて、やっぱりこういうのって、アナリストさんたちがすでに出した予想をですね、どういうふうに修正してくるのかっていうところをちゃんと見た上で判断していくべきことじゃないのかなっていうふうに私は思うんですね。現状ではですね、この公表されている好業績の数値っていうのはもう株価に織り込まれていると当然考えるべきであって、この数値を上回ってくるような業績をですね、NVIDIA が発表しない限り、サプライズになり得ないんですよね。現状のこの好業績はすでに株価に織り込まれていると。だからこそ NVIDIA は1日で 14% もの下落になったということなんですよ。アナリストさんたちがですね、これらのすでに発表されている数値を上回るような業績予想を発表しないとですね、なかなか株価っていうのは反応しづらいですし、NVIDIA はね、2月の下旬に決算発表がありますけれども、これらの業績予想を上回るような決算を発表しないとですね、なかなか株価は上の方向には反応しづらいというふうに思いますね。では、ここから先はテクニカルの話をね、していきたいと思います。まず、日足なんですけれども、17% ね、下落した翌日に 9% 近いね、上昇になったわけですけども、これ見ていただくと、日足で言うと、この黄色い線が200日移動平均線で、200日移動平均線のあたりで上下動しているんですよ。要は、200日移動平均線に対する攻防というふうに日足の方では見ることができるんですけども、もうちょっとね、大きなチャートにしてみると、はい、こちら、月足のチャートなんですけども、何でサポートされたかというと、こちらなんですよ。月足の転換線なんですよね。月足のね、一目金公表の転換線でサポートされて、こういう 9% の上昇になったというふうにテクニカル上見ることができるわけですね。はい、これからの話をしていくんですけども、2月になるとですね、この転換線が実はちょっと上に上がるんですよ。で、どういうことかというと、今この転換線ってどの数値を元に計算されているかというと、安値はこちら、昨年の8月の安値。高値は、こちら、今年の1月の高値。
そのですね、平均値になってるんですよ、転換線って。で、来月になるということは、この昨年8月の安値が抜けて、次に計算で用いられる安値というのは9月の安値になるんですよね。ですから、昨年の9月の安値と、今年の1月の高値の平均値として転換線が計算されるわけなんです。そうするとその数値いくつになるかというと、127.04 なんですよ。127.04。昨日のですね、NVIDIA の終値は 120.07 なんですね。つまり、2月の相場がですね、始まった段階で NVIDIA のですね、月足は、この転換線をですね、下抜けてるということなんですね。転換線を下抜けた状態で2月の相場が始まってしまうということなんですね。つまり、下落した時に大きなサポート役を果たしたものがですね、来週の月曜日相場が始まると自動的に下抜けてるという状況が起こるわけです。そうすると、サポートするものがなくなってきますよねっていう話になってくるわけです。こちら今週足にしたんですけども、週足でも同じことが言えまして、金曜日の相場では週足の終値で基準線を下抜けるような状況で終了したわけですね。この基準線ってどこの安値とどこの高値で計算したかというと、こちらの安値とこちらの高値を元に計算してたわけです。で、1週間時間が進むわけですから、この安値がなくなって、今度こちらの安値で計算し直すことになるんですね。そうすると、週足の基準線の数値いくつになるかというと、127.04 なんですよ。先ほどの月足の転換線と同じ数値に上がるんですね。週足の基準線というのは。ですから、週足の方でも来週月曜日の相場が始まると、自動的に、基準線をですね、下抜けるということが起こるわけですね。前回の動画で申し上げたことですけども、週足はですね、下落トレンドになっているわけですが、それが一つの目標値として申し上げた、この雲の上限ぐらい、110ドルぐらいまでですね、下落しやすくなってくりますよねっていうことなんですね。現在のですね、環境認識をちょっともう一度復習しておくと、2024年12月の主要な安値をですね、下抜けたことによって、月足の上昇トレンドが終了してしまったわけですね。ですから月足は今トレンドがないんですね。週足は前回申し上げましたけど、週足では下落トレンドになっていますし、日足もですね、もちろん、下落トレンドになっているという状況です。ですから、日足、週足が下落トレンド、月足はトレンドがないというのが NVIDIA の今の環境認識になるわけですね。月足の転換線が上昇することによって、来週相場が始まると自動的に転換線を下抜けた状況になってしまうということです。下抜けるということは、今度はそれが、相場が戻るときのレジスタンスになってしまうということです。ですから、今ですね、相場が、上昇していったとした場合に、月足の転換線、あるいは週足の基準線というものが、上昇を妨げるレジスタンスラインになってくるということですね。NVIDIA はですね、大きな窓を開けて下落したわけです。今度はですね、上昇の観点からちょっと話をしてみるんですけども、上昇ということで言うのであれば、この窓埋めをね、しに行く可能性っていうのはあるわけです。埋めない窓はないなんていう言葉がね、あったりしますけれども、窓埋めにね、来る可能性はもちろんあるわけです。ただですね、この上昇してきたことで安心してほしくないということです。なぜかというと、もしこの窓埋めをね、しに来たとしても、下落トレンドに変化がないんですよ。日足で言うと、例えばこういった下落の波動になっていて、つまり、この日足の下落トレンドが終わるポイントっていうのは、1月24日の高値ですね。この高値を超えない限り、日足の下落トレンドって終了しないんですね。ですから、窓埋めしたとしても、まだその、日足の下落トレンドが終わるポイントに達することができていないということです。週足でも窓が開いてるわけですけども、週足の下落トレンドが終わるポイントっていうのは、先ほどの日足の下落トレンドが終わるポイントと同じで、148.97 ドルなんですよ。こう窓埋めに来たとしても、その 148.97 ドルを上回るわけじゃないので、週足の下落トレンドが終わるわけでもないということなんですよね。むしろ、最高値近辺に近づいてきたことによって、戻り売りにね、合う可能性も高まるということなんですよね。ですから、来週からの相場でですね、窓埋めのような動きになったとしても、安心するべきではないということですね。最後にですね、非常にマニアックなテクニカルな話を一つだけします。仮にですね、来週から NVIDIA が上昇するなら、テクニカル上ですね、どういったところが効いたのかっていう話をですね、前もってお伝えしておくと、一目均衡表の地高線なんですよね。今ここにあります。ここに。一目均衡表の地高線は。で、来週になるということは、地高線が右に1個ずれるわけです。地高線っていうのは、現在の終値を26本過去に持っていったものなんですよ。終値を26本過去に持っていったものが地高線です。で、ですから1週間経つごとに地高線も右に1個ずつ移動していくわけです。で、地高線、今ここにいますよね。ちょっと今この上空にいますよね。地高線が。
ですが、来週月曜日相場が始まると、地高線が一つ右に移動するということは、ローソク足とぶつかることになるわけですね。地高線っていうのは、このローソク足にぶつかると弾かれて相場が元の方向に戻るっていうような、ことがね、起こったりするんですよ。ですから、来週ですね、この相場が始まった時に仮に上昇したとすると、このローソク足に弾かれて相場がですね、こう上方向に行くっていう風になる可能性があるんです。で、これ非常にマニアックな話なんですけども、例えばですけど、例えばこちらご覧ください。NVIDIA の過去の月足のチャートなんですけども、下落が続いてきて、ここで陰線が終わり、翌月から陽線になって相場の上昇が起こってますよね。この時何が起こっていたのかっていうことを地高線で見てみると、地高線っていうのは現在の終値を26本過去に移動したものなんですけど、この陰線の時の地高線ってどこだったかというと、こうなんですよ。つまり、ローソク足の中にですね、潜っている状況なんですね。で、ローソク足の状況に潜って、でそこで弾かれて上昇していってるのがわかりますよね。このように地高線がローソク足にぶつかると、そこから弾かれて元のトレンドに戻るっていうことがですね、起こる傾向があるんですよ。他の例もお見せしましょうか。例えばアップルの月足のチャートなんですけども、こちらをご覧ください。基準線のですね、ちょっと上側まで売られているんですが、基準線にタッチしたわけじゃないですよね。基準線にタッチしたわけじゃないですが、翌月からこう相場の方が上昇していってます。この時、地高線見ていただきたいんですけど、ここが陰線ですから、ここが終値で、それは26本過去に持っていくと、ここになるんですけども、ご覧ください。この辺から地高線がローソク足にぶつかっていって、結局、下に貫通せずに弾かれて、現在の相場が上昇していったというのがありますよね。こんな風にですね、地高線は、現在の終値を26本過去に持っていったものなんですけども、それがですね、過去のローソク足にぶつかると、弾かれて現在の相場が弾かれた方向に動いていくっていう、そういう傾向があるものなんですよね。いろんなチャートでご覧になってみてください。今、上昇にフォーカスしてこういう話をね、あえてしたんですけども、でもそれって逆に言うと、下抜けた時が危ないということなんですよ。どういうことかというと、今、地高線ここにあって、来週月曜日から相場が始まるとぶつかって上に弾かれる、つまり現在の相場が上に行くっていう可能性が残されている部分なんですけれども、それがそうならなかった時、つまり来週がここ、ローソク足にぶつかる部分なんだけど、弾かれて上昇できなかった場合っていうのは、再来週になると、地高線が下抜けるということなんですよ、ローソク足を。ということは、さらに下落する可能性が出てくるということなんですね。ですから、NVIDIA にとって重要なのは、2月の第1週目の相場で上昇して戻れるかっていうことなんですよ。もしそうならないとすると、地高線が、下抜けてしまうということになりますから、そうすると、さらに下落しやすくなるという環境が整うということなんですよね。ですが、先ほどの話も思い出していただきたいんですけども、上昇したからといって、窓埋めをしただけでは意味がないということです。窓埋めしてからさらに戻るようになったら意味がなくて、結局、窓埋めをするのであれば、そのまま上昇していって、148.97 ドルを超える上昇になっていかないと、結局週足と日足の下落トレンドが終わらないということなんですよね。そういう意味で NVIDIA はですね、2月の第1週目の相場がとっても重要になるということですね。はい、いかがでしたでしょうか。この動画面白かったと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。では引き続きトレンドしっかり見極めて儲けていきましょう。